皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1142日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1420名、戦車3両、装甲戦闘車12両、砲70門、ドローン105機、その他車両173両となっています。戦線全体では161回の地上戦の報告があり、ウクライナ軍のシルスキー総司令官は、ウクライナメディアのインタビューで、ロシア軍がスームイ州とハルキウ州で新たな攻撃作戦を開始し、戦線全体で敵の攻撃は倍増していると述べました。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。昨日の動画で中国人がロシア側で戦い、捕虜になったことをお伝えしましたが、キーウインデペンデントは少なくとも163人の中国人がロシア軍で戦っていると伝えました。同氏は、ウクライナ諜報機関の文書を閲覧したとして、155人のパスポートデータ、出身地、年齢などのデータを閲覧し、さらにロシア軍に入隊した13人の新兵の写真とパスポートデータの詳細を確認したとしています。また、旅団の報道官が、ウクライナのプラウダに述べた話では、捕虜となった兵士は、1991年生まれの大光軍と1998年生まれのハリヒトナミという名前で、中国の仲介者に30万ルーブル45万円を支払い、ロシア市民権を得るためにロシア軍に入隊したとのことです。ロシア領内で戦う北朝鮮と異なり、中国人はウクライナ領内で戦闘を行って捕虜になったことから、ゼレンスキー大統領は中国がロシアを支援し続けている証拠の一つだとして批判しました。これに対し、中国外務省では中国軍は派遣していないが、中国人が戦争に参加しているかどうか調査を開始したと公表しました。2番目。EU のカラス外相は、ウクライナはすでに100万発以上の砲弾を EU と加盟国から受け取り、今年提供できる砲弾の数は200万発を超えられるよう努力すると述べました。また、チェコのリパフスキー外相は3日にブリュッセルで開かれた NATO 外相サミットで、ウクライナに9月まで毎月弾薬を供給するのに十分な資源を持っていると述べ、弾薬の供給が順調に進んでいることを説明しました。3番目。また、ゼレンスキー大統領はアメリカから大規模な兵器を購入する用意があると述べ、少なくとも10機のパトリオットなど防空システムをはじめとする各種武器を購入したい。安全保障のために様々な形式や手段を用意し、300億から500億フリブニャ1兆円から1兆8000億円まで予算を捻出する用意があると述べました。現在、鉱物協定に関して、ウクライナの代表団がワシントンを訪問していて、それに関連する発言と考えられます。それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、街並みや日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、これまでこの分野で起きた様々な出来事を参考に、ルジアンやルシアン軍など、YouTube 用に最適化した表現を使用しています。また、海外から毎日聞いている人が一定数いますので、数時間後に聞き取りやすい英語の副音声を公開しています。北東部クルスク、ハルキウ方面。
ロシアン軍が奪還作戦を行っているクルスク、ウクライナ軍が越境攻撃を行い侵攻したベルゴロド、そしてハルキウ方面の戦況についてお伝えします。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は曇り。最高気温3度、最低気温-3度。今日の天気予報も曇りとなっています。寒いのは今日までで、これから気温は20度に向けて上昇していく予報です。この方面でロシアン軍は2回の攻撃、4回の空爆を行いました。今日は戦況図に影響のある情報はありませんが、ウクライナ側の軍事監視員のマショベツ氏によると、この方面には6万2000人から6万5000人のロシアン軍と国境警備隊がいるほか、1万1000人の北朝鮮兵がいると考えられ、そこから3月から4月に一定程度の損害を被り、第155海兵旅団の一部がベルゴロドに再配置された情報があります。戦争研究所では、春の攻勢では、この戦力でスームイに向けて進行する可能性があるとしています。ベルゴロド方面。この方面でも、ロシアン軍が奪還作戦を加速させ、集落に浸透を図っています。今日は戦況図に影響のある情報はありませんが、先ほどクルスクのところでお伝えしたように、ロシアン軍の第155海兵旅団の最大2個大隊約2000人が、この方面に配置されている情報があります。一方、この方面では、ロシアン軍が自国領内に誤って爆弾を投下し、36歳の地元住民が破片により負傷し入院したほか、車が損傷し、道路にクレーターができたと伝えられています。このような自国内の誤爆は、今年に入ってからちょうど50発目になるとのことです。ハルキウ方面。この方面では、小規模な陣地戦の報告以外に、地上戦の報告はなく、戦況図に影響のある情報はありませんでした。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で2回、スバトベクレミンナ戦は8回、シベルスク周辺で地上戦の報告はなく、チャシフヤール方面では3回、トレツクの方向は14回攻撃を行いました。クピャンスク方面。この方面では、日和見的なルジアンの攻勢が見られています。そのうち、クピャンスクの北東にあるカミアンカでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンが地図の建物に浸透し、ウクライナ軍が排除しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第3戦車旅団のもので、地図の建物にいる3人のルジアンをまとめて観察している様子となっています。この場所は、ルジアンの占領地としていますので、戦況図に変更はありません。スバトベクレミンナ戦。この方面でも、ルジアンは攻勢を強めていて、ウクライナ軍のトレフボフ報道官は、敵はマフノ軍のニウマ社の戦術と似た戦術を使用していて、バイクやバギーで我が軍の陣地に潜入し、そこで足場を確保して、防衛線の中から陣地を攻撃していると報告しました。ちなみに、マフノ軍のニウマ社というのは、2頭から4頭の馬で、後ろ向きに重機関銃を取り付けた馬車を走らせ、走りながら制圧射撃を行い、追撃を許さない戦術で、第一次世界大戦で採用された戦術です。さて、戦況図では、ここ最近お伝えしているイバニフカでは、位置情報付きの映像によるとルジアンが、西に攻撃を仕掛け、ウクライナ軍がドローンで排除しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第60機械化旅団のものですが、良い子のお子様の健全な成長の観点から、ほとんどお見せできない内容をつなぎ合わせた映像となっています。戦況図では、この場所まで、ルジアンが前進したとして更新しました。面積は3平方キロになります。トレツク方面。
この方面で、ロシアン軍は、市街地で、ウクライナ軍のドローンに苦戦を強いられています。1番目。オザリアニフカの南では、ウクライナ軍が反撃を行い、ルジアンの陣地を奪還しました。その後、ロシアン軍がドローンで奪われた陣地に反撃を行ったことから判明しました。ご覧いただいているのはロシアン軍のもので、地図の場所の様子となっています。この場所は1ヶ月前にルジアンが攻撃を仕掛けたところですが、戦況図では係争地からウクライナ軍が奪還したとして更新しました。2番目。トレツク市街地では、ルジアンは周辺部で攻勢を仕掛けています。そのうち、市街地北西部の地図の場所では、位置情報付きの映像によると、ルジアンが再度浸透し、ウクライナ軍がドローンで前進を阻止しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第101国家警備旅団のもので、地図の場所の様子を観察しているところとなっています。この場所は、2月にウクライナ軍のトレツク反撃の起点となった場所ですが、ロシアン軍の攻撃は撃退され、戦況図に変更はありません。3番目。また、ルジアンは南側の鉱山にも取り付き、前進を試みています。こちらは、ウクライナ軍の第100機械化旅団のもので、地図の場所の様子となっています。こちらも係争地内の出来事ですので、戦況図に変更はありません。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面では42回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で8回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面で、ロシアン軍は攻勢を続けていますが、ウクライナ軍の局所的な反撃の前に、前進が極めて遅く、苦戦しています。1番目。ポクロフスク東側にあるタラシフカでは、ウクライナ軍が反撃を行い、集落内で接近戦となりました。ご覧いただいているのは、ロシアン軍のもので、地図の場所にある家の様子となっています。この攻撃は、ロシアン軍のドローンにより阻止され、奪還にはつながらず、戦況図に変更はありません。2番目。西側正面のボホダニフカの南の郊外では、位置情報付きの映像によると、ロシアン軍の機械化攻撃により、地図の場所まで前進した記録があります。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第35海兵旅団のもので、1両の MTLB 装甲戦闘車が、地図のナハラの真ん中まで前進したのは、いいものの、ウクライナ軍のドローンにより車両が燃やされ、車外に逃れたルジアンと別のドローンが、最後の追いかけっこをしているところとなっています。この場所は、係争地としているため、戦況図に変更はありません。コスティアンティノピル方面、ベリカノボシルカ方面。この方面で、ルジアンの攻撃はウクライナ軍が撃退し、戦況図に影響のある情報はありませんでした。後方地域。今日もロシアン領内の戦略爆撃が成功したことが分かりました。ロシアン軍では全国各地で10時間以上にわたり160機のドローン攻撃があったとしています。1番目。ロシアン軍ではクラスノダールのコレノフスカヤガスステーションにドローン攻撃があり、防空部隊が全て撃墜したと主張しています。一方、ウクライナ側からの発表はなく、ロシアンの軍事ブロガーもコメントはありません。この場所はトルコストリームパイプラインの通過点となっていて、停戦交渉でウクライナの立場を悪化させるためのプロパガンダである可能性があります。2番目。前線から1000キロ以上離れたオレンブルグでは、ドローンが飛行しているところが目撃されていて、その方向からオレンブルグの軍用飛行場にドローン攻撃が行われた模様です。今のところ、損害の程度などは不明です。3番目。
ウクライナ軍のシルスキー総司令官は、最初の全般的な事柄でお伝えしたインタビューの中で、ウクライナ軍のドローンが、不特定の場所で、1機1億ドル、150億円のロシア軍の Tu-22M3 バックファイアを破壊したと報告しました。それによると、ちょうど着陸したところに、ウクライナ軍のドローンが到着し、飛行機を破壊したとのことです。これにより、ロシア軍は、バックファイアをより後方に駐機せざるを得なくなり、機体やエンジンの負担が増すほか、攻撃までに時間がかかるようになり、ウクライナ軍がより早い段階で探知できるようになると考えられます。また、ウクライナ航空パイロット協会のカザエ委員長は、バックファイアは生産が終了し、技術的、資金的にメンテナンスもできない状態にあるため、最初60機やったかもしれないが、運用できる機数を急速に減らしつつあり、3年以内に運用不能になると分析しています。4番目。6日の動画で、サマラ州のチャバイフスクにある火薬工場にドローン攻撃があったことをお伝えしましたが、その後の情報で、この攻撃が予想以上の成功を収めたことが判明しました。ロシアンの軍事ブロガーによると、この攻撃は、ウクライナの無人機13機で行われ、その結果、4硝酸ペンターリスリトール、TNT、ベンゼンのニトロ化装置、TNT の生産ライン、管理棟、完成品倉庫、試薬の入ったタンクに損害があり、工場では大きな二次爆発が起きたとのことです。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面で、ルジアンは2回攻撃を行いました。カミアンスケ方面。そのうち、マリシェルバキからカミアンスケの範囲では未確認の情報ですが、ロシア軍が2キロ程度の範囲で前進し、マリシェルバキの東にあるシェルバキの集落を占領した情報が複数ありますが、その後ウクライナ軍が奪還したとの情報もあり、確認が取れればまたお知らせします。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連するツイッター、ノート、テレグラム、ニコニコ動画もあります。ノートでは、日々の戦況を無料で読むことができ、ニコニコ動画では、昨年8月までの戦況動画を掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。